もねこれ見てると可愛くてしょうがないからね。口開けてくらいいいから。自分でやるんだ。開店の前のちょっと白玉茹でたりいろいろもろもろ作業があるんで、もうちょっと忙しいんだよ。これは白玉。昨日やって急速冷凍かけて、急速冷凍かけた方が形がきれいに出る。なんか今青山に納品行ってきたんだよ。青山に納品行ってきたんだよ。青山に乗り行ったんですか。そう。青山のど真ん中に。どちらの紀ノ国屋。紀ノ国屋さん。青学の前。みんなね、本物の寒天ってあんまり食べたことないからわかんないんだよね。寒天もそうだけど牛皮餅もそうだし、こういう白玉もこれ本当に白玉粉からだから。結婚する時からもう継ぐって言ってたので、でもそうなんですか。でも本当に熱心にやってくれるからありがたいですけれども、なんか私と性格が真逆なので
大工場長の今日はねお医者さん行ってきたんですよ。はじめまして、おはようございます。工場長ほら初めまして。はじめまして。今日はYouTube の撮影よろしくお願いしお願いします。はい。これはね、私の仕事なの、これは。あ、そうなんですか。うん。岡さんがやると。私ね、詰めるのはあっちが。1日に3000個ぐらい詰める。3000個ぐらい2つです。3000個ですか。 3000個。大変じゃないですか。大変じゃないですね。慣れてるから。まあ大体2000個が多いんだけど、何かイベントとかああいう時はね、3000個ぐらい。天狗さんチェック。もうすぐ入れる？あと5分ぐらい。大体言うことが決まってんだよ。まあまあだね。最高はないんだよね。これは稲取とか土井とかの今の天狗。前はね神津島とかあったんですけど、もう神津の方全然取れなくなっちゃったから、今も完全に草屋さんがもう最高のね草を用意してくれるんですよ。もう100年だ。100年前ですか。100年のお付き合いだから、今の草屋さんから110年。110年。うちができた時からもうずっと一緒なんですよ。それでこれも草もね、柔らかい草と毛草って毛のような草がね、それをいろいろ混ぜてブレンドして寒天ができる、いい寒天ができる。一種類じゃできないんですよ。じゃあちょっと天狗さん一回開けますね、ここ。まだまだ天狗さんの形のままなんですね。だってこれ水で戻しただけだから。海の海藻だから。だからこれ取ってくるじゃない。取ってきてこれを天日干しするじゃない。そうすると当然体積はちっちゃくなるじゃない。だから10キロこんなもん。だからそれがふやかすとこんなになっちゃう。ちょっとすごい量だよね。これは。でこれから水入れますね。これでさっきの天狗さんに対しては200リッターの水が入る。乾燥重量で10キロね。乾燥10キロでまあ大体150から
200。ただそこは勘で、この天草のこの種類にはどのぐらいのその粘性が出るかとか、まあその辺は経験値。でもう一つはこの製法をかける時の圧力のかけ方とか温度とか、まあそういう二次的な要素が結構こう天草で変わってくるんですよ。普通は圧力釜でやるものなんですか？いやいや、普通は直火製法だから直火製法はまあうちも30年前まで直火製法なんだけど、言ってなかったかもしれないけど、直火製法って難しいんですよ。まあ当たり前だけどね、釜見ながら。ただ安定しないでね、こう文面にするとかっこいいかもしれないけど安定しないんですよ。だからそれが嫌で、こういうまあ、圧力計と温度計、この2つで制御。ただね、そうなんだけど同じようにやってもまあ大体100から120度の温度、その圧力が 0.1 メガパスカルっていう圧力をかけてやるんだけど、まあ 1% か 5% か分かんないけど年に数回は失敗しちゃうんですよ。わからない、これは多分行いが悪いのかよくわかんないんだけど、とんでもないのが、まあとんでもないというかね、全然やっぱりうちの名前では売れないなっていう商品ができちゃうんですよ。だからそこがなんか難しいかな。まだ圧かかってないからゼロ。これゼロです。そうこれからかかってくるんですか？何？これから1時間かけてかかってくる。そうそう、もちろん。ただその前に全体のバランスが、スピードがあるわけよ。例えばこれだけ急いでもこっちを流し込むのが全部きっちりバランスよくいかないとダメなわけね。今からこれを洗浄をかけますので、点の溶液って、まあ、こう配管で流れていくんだけど、ちょっと置くと固まるじゃないですか。固まるから洗浄のことを考えた配管を取らない。要は圧力を、まあ、固まっちゃったら取らないといけない。だから例えばこういうサニタリーが効くやつとか、あるいは逃がし弁って言ってこういうふうに何箇所かに弁をつけていく。要は決まりがないから、これだから全部違
指示を入れないと工事屋さんはできない。だから全部大変だったんですよ。設備設計は図面も引かれたってことですか？そういや俺もともと建築だったんですよ。だから図面はね土木工学とか橋の橋梁設計とかドラフターでこうもう50年も前だけど50年じゃない40年前か。これねだけどね最初の10分間がねすごい大事なんですよ実は。俺もいろいろやってくるとどうもそんな感じがするの分かんないんだけどね多分ね最初の15分ぐらいかな。今アクセル全開の状態になってる。まだダメだね。まだ変わる。だいぶ安定されてる。音が消えました。まあ1時間にいたんで今度この煮汁を一回こっちに今全部移すわけ。なんかお味噌というかなんていうんですかね。なんて言ったらいいんだろう。もうドロドロだよね。これ最初もう30年前に約3000万かかったけど3000万かけたら3000万で40年使えたらよくね。ただ一発間違えたらやばいけどいやだけどね寒天っていいっすよ。本当にね俺大好きかもしれない。いや商品がいいとかじゃなくてね寒天作りっていいかもしれない。安定しないから難しいから。今大体もう出てきたんで
というこついてる。全然って言ってる。これこうこのフィルターにこう押してる。で音が変わってくる。なめらかになってくるとフィルターに全体にこうなんていうか綺麗にこう均一になってくる。綺麗ですね。綺麗だよ。ちょっとこっち讃岐屋の先代の岡照一っていうのが、まあ、ここの先々代の、まあ、当主香川県から東京に出てきて、雑司ヶ谷で最初お店やって、だから戦前だから作れば何でも売れるんだよね。すごい儲かった。高田馬場で何にもない時にまあうちが一番最初にやったような感じなんだけど、まあその時に成功してとにかく人が足んなくなっちゃって、で、まあ、工場長が四国にまだ高校生か女学校か出てまだ18か19ぐらいの時に、まあ女中さんといわゆるそういうこうデッチ奉公だよね。いろんなとこから人かき集めてきて、まあ職人さんも含めて女中さんも含めてもう何十人もいた中で、まあ、一番働き者で文句言わないで働いたのが岡典子なんですよ。まあ俺が言うのもあれだけど本当そうみたいな。これで、まあ、おばあさんに見初められて、じゃあお前うちの息子の嫁になれという形で、まあ無理やりさはちょっとあれだけどずーっと働き詰めで、田舎にも18年20年ぐらい一回も帰れなくてね、ずーっと東京で働いてて、親が死んでも香川県に帰れなかったっていうね。だから非常にね、そういう面ではね、ずーっと働いてばっかりの人生なんですよ。だから本当にね、ある意味ね、かわいそうなんですよ。だから俺がなんでやるようになったのかっていうかね、やっぱりね、そういうこともあったのかもしれない。ちょっと不憫って言ったらちょっと言い過ぎだけど、これは何とかせねばあかんねと、なんかそういうことがやっぱり根底にあって、だから俺もだからのれんを下げるわけいかない。俺の代でのれんを下ろすわけいかない。まあかといって後継者が今いないんだけど、もし一緒にできるもんであればね、まあそれが日本だろうがどこだろうがなんかやれたらなと。このやり方ってすごくいろいろやってきてるからこそ分かるんだけど、すごくいいんですよ。直火製法とはちょっと違う良さっていうのがすごくたくさんあって、だからその伝統、まあそれもある意味讃岐屋の伝統だと思うんで、それをこう継承させていきたいなっていうところがまあ願いかなね、ご上長。こそらすからあと
娘さんのお婿さんじゃないですか、うんそういう方がこのずっと続いてきた讃岐屋を継ぐことになったってことに関しては、どういうふうにすっごい感謝してます。もう涙が出るぐらい。本当かよ。怒る時があるけどね、怒る時に言ったらしいけどね、すごい優しい。でもさっきも言ったように結構製法変わったじゃないですか、昔のその、はいはい。そこがなんか抵抗はなかったんですか？ありましたよね、あれは。もう何回も失敗した。あそこまで行くのに。なんかほら、分からん缶の中通ってくるから、硬いかどうだかが分からない。出来上がるまで。だから何回もね、夜中の2時頃もやった。こんなのやらなきゃよかった。ね、2時、3時。やってはダメ。やってはダメで。で、改良して、ただ今こうやって簡単に言うけどもね。柔らかかった。もう何回も言ったよね。柔らかかったらダメだしね。みんなってやらなきゃよかったのにって何回も言ったよね。こんだけ金かけたんだから引き下がるわけいかないよと思いつつ、あ、これもしかしたらと思ったこと何度もある。ね、うちの旦那亡くなる時もう辞めて、なんかマンションかなんかここに建てればいいっていうのね。でもそれはね、できなかったんだよね。母なる海からの贈り物ですよ、これは。いつもね、これ見てると可愛くてしょうがないからね。ダメだ、本当に変なもん食べるんだったらこれ食べた方がいいですよ。
一枚やるの。この子がちゃんと数値を出してくんないと俺はいいの作れないからねっつって可愛いメーターちゃんっていうねはい、工場長口開けてください。いいから自分でやる。